好きなものを一回極めた方がいいんじゃないかなと思います。だからまあ一つの角度一つのキャラクターがうまく描けないのに、やっぱ絵楽しくないと思うんですよね、そもそもが。とりあえず1個可愛くかっこよく自分の好きなように描けるようになるのがやっぱスタートラインじゃないですかね。でそこから例えば6頭身とか4頭身とかちょっと頭身を上げてみたり下げてみたり、同じキャラクターでちょっと幼い時ちょっと大人になったらっていう風にして自分の興味の範囲を広げていくと。でそしたらですね、そこに絶対ですね別キャラというか脇役というかが必要になるんですよね。R18 コースの添削僕ねしてましてですね、男性向けの絵を描いてる人、本人も男性で、そういう時にすごいこう女の子は頑張って描くんですけど、男の子役がですね興味がないんだろうなっていうのがですねすごく感じる時があります。だけどこれはちょっと一旦仕方ないんじゃないかなと思います。自分の描きたいものが満足に描けないと、対極にあるようなキャラクターをうまく描くって難しいと思うんですよね。まず自分の好きなものだけに集中して、もうそういう時にね、なんか逃げるっていう方法があるんですよ。逃げるって何かっていうと、そもそも顔を描かない、全身を描かない、一部しか描かないはい、そういう表現にしちゃう。実際ですね、プロの漫画家さんでもですね、別に全身うまいわけじゃないです。特に漫画とかイラストとかだったら全身うまい人なんてそうそうなかなか珍しいです。クリエイターっていうか絵描きはね、うまいことトリミングする、切り取ってしまう、逃げるっていう方法がですね、これも表現なんですよ。いやこの人全身結局描けないじゃんとかさ、この人手下手だなとかさ、悪いところに目を向けるのではなく、いやうまく切り取ったな、うまく逃げ切ったなこいつだというところを逆にこうね称賛してほしいものですよ。そういうその苦手なとこうまくトリミングしたり逃げるっていう方法も表現なんです。全部描けばいいってわけじゃないし、全部上手くならなきゃ絵を描いちゃダメってわけでもないんですよ。上手くなる方向って自分の技術を下に掘っていく方と、広げる方っていうのが2種類ありまして、そういう意味ではね、一回自分の好きなものをちょっと深掘ってみるっていうのが一旦大事かなと思います。それがある程度描けるようになって初めて、じゃあちょっと横に広げてみようかなみたいなねっていう風に拡張していくのがいいんじゃないかな。下に掘って横に掘ってまた下に掘るっていうのを繰り返していくといいと思います。どっちか片方に偏るんじゃなくて、僕は学生時代のことを思い出すとですね、そんなに無理してないんですよ。絵に関してはいい意味で諦めつつ、いい意味で背伸びするっていうのかなそういうスタンスでしたね。このぐらいしか描けないかってしょうがないよ、だって描いたことないんだし、もうこれで出すしかないんだよねっていう時と、いやいやこんなんじゃ全然ダメだろうって言って何度もこだわって描き直すっていう時、ある時はこだわり、ある時はもう適当に出すというか、このメリハリが両方ないとですね、やっぱ終わんないんですよね。アニメはもちろんある程度高い意識でちゃんと描けないものを見ながら描くとか、うまい絵を見ながら描くとか、当然そういう意識を持った上でですよ。そして自分でやってみたりとか、そういう地味なね、基礎的な部分をちゃんと抑えた上で時間が解決してくれることもある今無理でも来年再来年とですね経ってる間に気づいたらそこそこ描けるようになってることもある。でもそのためにはですよ、基本的な比率をちゃんと守るとか、ちゃんと分かんないところは見ながら描くとか、取り組み方が間違ってたどんだけ時間かけても上手くなりませんから、地味だけどしっかりと基礎から積み上げるっていうことちゃんとやってれば、ある程度時間が解決する部分もある。焦ったところでしょうがない、部分もあるしかし焦った方がいい人もいる。ずっと変わらない人、考え方も絵もなんか去年一昨年となんかむしろ去年一昨年の絵にですね、だからもう数ヶ月前の絵に何ら疑問がない方は伸びてないっていうことなんですよね。自分が好きでもないし興味もないものを、それらしくうまく描くには、相当うまくないと無理です。はい。技術と知識経験でもって、拡張していくってことなんですよね。好きなものを描いていると好きなものが増えますね。美少女を描いてるうちに骨格おっさんレイアウトまで気になるようなる的な、それもあるね。例えばですけど、自分の部屋掃除してみましょうってね。例えば机の上、掃除しました。
そしたらやっぱベッド気になるよねってベッドの周りが。でベッドの周りをやり始めたらなんかクローゼット気になるな、お風呂気になるな、全部気になるなっていう風になんか一個綺麗にし始めるとなんかスイッチが入ってなんか別の部分まで良くしたくなるものじゃないですか。だからなんかどこかを一つをやっぱね良くする好転させるっていうのはですね全体を良くするねのにつながってると思いますよ。